皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。今回はモデラーの愛樹さんの作品をご紹介します。愛樹さんは美術系の大学に通われていて、その美的センスで創造する自然豊かな表現が印象的な作品を多く手掛けていらっしゃいます。作品はジャムのポスターに採用されたり、 X で大きな反響を呼んでネットニュースに取り上げられたりしています。愛樹さんと SNS の交流がきっかけで、私が第三利根川橋梁を引き継ぐことになり、その時にご自宅をお伺いした際、取材させていただいた作品を皆様にご紹介します。愛樹さんはご存知の方も多くいらっしゃる劇団サンポールさんに所属されていて、ジャム会場で作品を見ることができます。今回は特別に劇団サンポール企画ではないため、なかなかご覧いただく機会がない貴重な作品をご紹介してまいります。また愛樹さんの制作現場も簡単にではございますがご案内いたします。大変貴重な内容となりますので、よろしければ最後までお楽しみください。私がお伺いした際、大変光栄なことに作業場でもあるご自身のお部屋を拝見させていただきました。今回は駆け足ではございますが、数点の画像で特別にご紹介させていただきます。私が訪問した時にはちょうどダムの試作をされていました。すでにかっこよくないですか？これもうほんとびっくりです。そしてこちらの画像はちょっと忘れちゃったんですけど、正確なこと忘れちゃったんですけど、第三利根川橋梁の試作品だったような記憶があります。この橋梁もかっこいいですよね。すごいですよ。そして驚きなのはこの卓上の用具類とか、この作業環境。いつも私ダイニングテーブルで作業してるんで、作業環境もこの試作品もすごいかっこよすぎだよって、もう私の記憶ではお伺いした際、すっげーしか言ってなかった記憶しかありません。作業場では愛樹さんからウェザリングの仕方と道具まで教えていただきました。愛樹さん本当にありがとうございました。仙台に帰ったらすっぐに画材屋さんに足を運んで道具を買ってきました。また草地表現に使用されている素材を教えていただいたり、とっても充実した時間をあっという間に過ぎてしまいました。愛樹さん本当にありがとうございました。ざっとではございますが、愛樹さんの作業環境をご紹介しました。ちなみにこちらが愛樹さんから引き継いだ状態の第三利根川橋梁ジオラマになります。建物は仮配置で、まだ集落部分が未着工でした。実は実物を初めて拝見した時にものすごい感動しまして、まだ集落部分がなかったので、僭越ながら私集落作っていいですかっていう風になったのが合作の始まりでした。こちらが完成した第三利根川橋梁ジオラマになります。こちらの方は後日音声解説で動画化する予定です。また愛樹さんとのダブル解説、もしくはインタビューも検討しています。公開の際は皆様の貴重なお時間ではございますが、ご覧いただけましたら幸いです。ここからはジオラマの詳細をご案内してまいります。ジオラマの中心には大規模な渓谷があり、非電化単線の鉄道が鉄橋でそれをまたいでいます。橋梁をアップしました。ご覧ください、このディテール。そして塗装と汚し、どれをとってもすごすぎます。いやこれマジすごい。そして橋梁は水面からかなり高さをとってますので、ものすごく迫力があります。レーザーカットの橋梁には点検用通路も再現されていて、橋梁にはもうほんと芸術的なサビが表現されています。こういうサビの表現僕もできるようになりたいなってことで、サビの表現を教えていただきました。いや本当ありがとうございます。今度は橋梁の土台をご覧ください。岩肌の間にコンクリートの土台が見えています。この土台にズームします。土台が複数の段々で再現されていて、こちらが1段目、少し高さがあります。そして草が生い茂る2段目、1段目もそうですが、ちゃんと排水溝からの水だれが再現されています。そしてこの2段の土台にあたる3段目、この3段目しっかりと他の段と色味が変えられてます。一方目を反対側の土台に向けてみますと、これがまたニヤニヤしてしまうのですが、地形に合わせて形が違うんです。両岸で異なる土台の再現、もうほんと実感的です。こういう非対称の美っていうのはさすがです。そして前回編集した時には気づかなかったんですけども、この橋梁の土台の脇、玉石積みの
再現がされています。こういうところから時代が交渉できたり、やっぱりすごいですね。川の左岸側には廃道も再現されていて、酷な道の国道でしょうか、もしくは険しい道の県道でしょうか。テキサとかおにぎりとかありそうです。この廃れ具合ワクワクです。こういうの大好きなんです。私もうほんとどうでもいい話なんですけど、私こういう廃道巡りが大好きで、でも好きなのに虫とかクマとか嫌いなんで、嫌いって言ったら失礼ですよね。苦手なんで、雪のない冬季だけではありますがよく行くのでニヤニヤです。出ました、のり面崩落、そして廃看板。こういうのも廃道あるあるですよね。愛樹さんも廃道がお好きだそうで、僕もよくヨッキさんとか見るって話したら、愛樹さんもよく見てらっしゃるっていうことで、だからこその表現力なんだな、再現力すごいなってもう完全に納得しました。ここでも擁壁の段差がしっかりと再現されてます。このように段差を再現することで作品に説得力がプラスされることを再発見しました。今度は廃道上空から撮影しました。斜面の崩落と崩落した岩石でぐにゃぐにゃになったガードレールが再現されていて、廃道あるあるだよなぁとニヤニヤでした。ちなみに我が家の周辺は雪が多いので、普通の道でも積雪の影響でガードレールがひん曲がっていますので、東北や北海道のジオラマを作る時のアイデアとして温めておくことにしました。廃道には最近登記された設定の車が2台再現されていて、廃道の擁壁の下の岩場には、これも廃道あるあるですが、廃車体が再現されていて、ご覧ください。この屋根が転落の際に変形した様子までしっかりと再現されてます。こういうのすっごいですよね。この廃道、バイパスのトンネルが開通して廃道になったと勝手に解釈したんですけど、見る者がいろいろとドラマを想起してしまう、それだけの実感的な作品になっています。ジオラマの断面ですが、この断面からも複雑な地形の造形がお分かりいただけると思います。このような複雑な地形の再現、すっごく勉強になりました。メモですね。こういうのメモしないと。繊細かつ大胆な構成、そして情報量の美、本当にこれはすごいです。この作品の主役と私が勝手に思ってるのですが、個人的に大好きな砂防炎帝くんがこのジオラマでは再現されています。ご覧ください。この優美な姿、かっこいいですよね。水流の流れ方かっこいいです。これかっこいいです。作り方を教えていただいたんで、家に帰って早速作り途中だった中央弘前駅のジオラマの排水の再現で実践してみました。砂防炎帝と橋梁の組み合わせ、もうほんとなんとも至福のひとときです。さすが愛樹さん、炎帝の上流側と下流側で川底の表現変えてるんですよ。すごい、ちゃんと上流側には堆積物が再現されてます。すごい。炎帝からの渡水は今にも水しぶきが聞こえてきそうです。愛樹さんの作品は渓流の表現が秀逸なのもすっごく印象的で、水の流れもしっかりと観察されていて、でこの水の色すごくないですか？そしてこの清流の流れもしっかりと強弱が再現されていて、流れが滞るところ、早瀬のところ、河川の外側内側で表現が違ってて、もう地理学出身の私にとってはニヤニヤの連続でした。大学の頃の授業の課題で河原の石の流形の調査をしたことを思い出しました。ここに泳いだ後に岩場で日光浴してる人がいます。こういう遊び心も見ていて楽しいですよね。岩肌の表現、これはもうほんとため息しか出ないです。すっごいですよね。砂防炎帝の下流側の水流を俯瞰してみました。このバランス感覚がすごすぎて語彙力不足になります。一旦ここで字幕を消しますので、少しの間お楽しみください。橋梁下部のコンクリートの擁壁、水流がぶつかる場所になります。こういう再現もほんとすごいですよね。山間部だと道路でもこういうのが見られます。少し目線を上げると、先ほどはご案内を漏らしてしまったんですが、この擁壁3段構成になっているだけじゃなくって、奥行き感も3段で異なるんです。これ本当にすっごいことです。拝見してて本当勉強になります。細やかな心遣いと普段の観察、そしてどこを観察をするか、こうしたことが学べる作品でした。
まさかで最後に線路のご紹介になります。線路は山を貫くトンネルを抜けると明かり区間になり、橋梁を渡ります。ここを走る列車はゆっくり走るんだろうななんて想像してしまいます。橋梁を渡ると再びトンネルに吸い込まれて山を抜けます。ここまで愛樹さんの作品をご紹介してまいりました。愛樹さんの作品は毎年夏に開催されるJAMこと国際鉄道模型コンベンションでご覧いただけますので、皆様ぜひ劇団サンポールさんのブースに足をお運びください。また2024年のJAMにて愛樹さんの新作を取材させていただきました。愛樹さんにインタビューもしていますので、こちらは別動画にいたします。そちらもお楽しみください。愛樹さんの SNS は概要欄にリンクを貼りましたのでご参照ください。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。また愛樹さんもいろいろとありがとうございました。ちょっと宣伝させてください。愛樹さんは現在樹木の製品化を構想してらっしゃるそうです。このサンプルをいただきましたので、サンプルの制作動画を別動画で公開しています。よろしければそちらもご参照ください。最後までご覧くださいました皆様、本当にありがとうございます。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。